こんにちは。今回はですね、新薬の開発、その常識をガラッと変えてしまうかもしれない、ものすごく画期的な AI ツール、アドメットラボ3ポイントについて解説していきます。このツールがなぜ創薬の未来を加速させるゲームチェンジャーって呼ばれているのか、その秘密に迫っていきましょう。さて、まず最初に、このすごく根本的な問いから始めたいんです。そもそも、どうして新しい薬を一つ開発するのってこんなにも難しくて、お金も時間もものすごくかかるんでしょうか。これって製薬業界がもう何十年も直面してきたとてつもなく大きな壁なんですよね。有望な化合物が見つかっては消えていく。その裏には創薬っていうプロセスの奥深くに進む根深い問題があるんです。というわけで最初のセクションです。この創薬という物語のいわば悪役とも言える存在。プロセスにおける重大な障害、つまりボトルネックが何なのか、ここを解き明かしていきます。実は多くの時間と費用がたった一つのポイントに吸い込まれちゃってるんですよ。そのボトルネックの正体、それがこのアドメット特性です。薬の候補となる分子が体の中でどうやって吸収されて、体のどこに分布して、どう代謝されて、最後は排泄されるのか。そして体に害を与える毒性はないか。この5つの言葉の頭文字を取ったものがアドベットでして、言ってみれば薬と私たちの体との相性を測るための絶対に欠かせない指標なんです。で、何が問題かっていうと、この ADMT 特性の評価がめちゃくちゃ難しくて時間がかかることだったんです。昔ながらの方法だと、開発の本当に最後の最後になってから、この薬毒性が強すぎたとか、そもそも体に吸収されないじゃんみたいな致命的な欠点が発覚することがしょっちゅうあったんですね。そうなると、それまでかけた莫大な時間と研究開発費が全部パーになる。これこそが創薬における巨大な壁の正体だったわけです。でも、そんな巨大な壁を打ち破るために、ついにヒーローが現れます。それが、今回ご紹介する次世代の予測プラットフォーム、アドメットラブ 3.0。さあ、このツールが創薬の常識をどう塗り替えていくのか見ていきましょう。この ADMT ラブ 3.0 のコンセプトってすごくシンプルで、それでいて強力なんです。つまり、今までバラバラに膨大な時間をかけてやっていた評価プロセスをたった一つのプラットフォームにギュッと集約しちゃおうと。これまさに世界中の研究者が待ち望んでいたソリューションがついに形になったってことなんですよね。で、このツールの凄さを一言で表すのがこの数字。119。これ何だと思います？実はこれ、ADMET ラブ 3.0 がたった1回の解析でいっぺんに予測できちゃう特性の数なんです。119種類ですよ。今までだったら複数の専門チームが何週間も、下手したら何ヶ月もかけて調べていたような項目を、このツールは文字通り一瞬で評価してしまう。この網羅性、カバー範囲の広さこそが研究のスピードを劇的に変える力を持っているわけです。じゃあ、このツールって信頼できるのっていう話ですよね。その背景を見てみましょう。開発したのは中南大学の非常に著名な研究グループで、2024年にすごく権威のある学術誌で発表されたばかりの最新の研究成果です。で、何よりすごいのが、これが無料で誰でもログインなしで使えるってこと。もう世界中の研究者のために開かれたオープンなツールなんです。さあ、次のセクションです。この ADMTED ラボ 3.0 をここまでパワフルにしている中心的なテクノロジー、その AI の仕組みがどうなっているのか、ちょっと中身を覗いてみましょう。このツールの心臓部、AI の頭脳にはですね、マルチタスクダイレクテッドメッセージパッシングニューラルネットワーク、略して DMPNN っていう非常に賢い AI が搭載されています。この AI はまるで経験豊富な科学者のように、たった一つの分子構造の情報から、それが心臓にどんな影響を与えるかとか、肝臓でどれくらい分解されやすいかとか、本当にいろんな未来を読み解くことができるんです。じゃあこの賢い AI はどうやって分子のことを理解しているんでしょうか。まず、ステップ1。AI は分子を原子っていう点と、それらをつなぐ結合っていう線でできた一種のネットワークとして捉えます。次にステップ2。それぞれの原子が隣の原子に向かって、いやー僕は炭素だよ、隣の君とは二重結合でつながってるね、みたいな感じでメッセージを送り合うんです。
このメッセージ交換をネットワーク全体で繰り返すことで AI は分子全体の形とか電気的な性質とかすごく複雑な特徴をどんどん学んでいく。そして最後のステップ3、その学習結果をもとに、なるほど、この構造なら水に溶けやすいはずだとか、この部分が毒性の原因になりそうだなって感じで、なんと119もの異なる特徴をいっぺんに予測しちゃうんです。ちなみに、ユーザーは2種類のちょっと違う AI モデルから選べるようになっています。基本的な DMPNN モデルと、それに追加の分子データを加えて、さらに精度を高めた DMPNN-DAS モデル。研究の目的によってどっちを使うか選べるわけですね。それでは、ADMET Lab 3.0 を本当の意味でのゲームチェンジャーにしている、その具体的な機能、いわばスーパーパワーの数々を詳しく見ていきましょう。このツールがどれだけ幅広い範囲をカバーしているか、この図を見れば一目瞭然ですよね。分子の基本的な性質から体の中に入ってからの動き、つまり吸収、分布、代謝、排泄の一連の流れ、さらには心臓や肝臓への毒性、そして最終的に環境にどんな影響を与えるかまで、もう創薬の初期段階で知っておきたいことのほとんど全てをこれ一つで網羅してるんです。じゃあなんでこんなに精度の高い予測ができるんでしょうか。その答えは AI が学んだデータの量にあります。なんと40万件を超える膨大な実験データ。これ AI にとってはいわば教科書みたいなものですね。ありとあらゆる分子の成功例と失敗例をもう徹底的に学習させることで、まだ誰も見たことのない新しい化合物に対してもすごく信頼性の高い予測ができるようになるんです。そしてこのバージョン 3.0 を本当に特別なものにしているのがこの3つの新しい強力な機能です。まず予測の信頼度をパーセンテージで教えてくれるスコア。次に何千何万という化合物を自動で一気に評価できる API。そして複雑なデータをパッと見て理解できるように助けてくれる視覚化ツール。これらが合わさることで研究の質とスピードを今までとは比べ物にならないレベルに引き上げてくれるんです。この不確実性推定ってなんでそんなに大事なんでしょうか。この比べを見ればすぐにわかります。左側は単に毒性ありっていう答えだけ。でも右側は95% の確信度で毒性ありと教えてくれる。これなら研究者は、これはかなり確実だな。じゃあこの化合物は優先度を下げよう、みたいにより賢い判断ができますよね。重要なのは単なる答えだけじゃなくて、その答えがどれくらい確からしいかまで教えてくれることなんです。さあ、いよいよ最後のセクションです。ADMT Lab 3.0 がすでにある他のツールと比べてどうなのか、そしてこれが創薬の世界にどんなインパクトを与えるのかまとめていきましょう。他の有名なツールと比べてみましょうか。例えばスイス ADME は結果を分かりやすく図にしてくれるのが得意で、最初のざっくりとした評価に向いています。一方でこの ADMT Lab 3.0 の強みはもう何といっても119項目っていう圧倒的な網羅性とその予測精度の高さ。じっくりと詳細な評価をしたいっていう段階ではもう他のツールの追随を許さない、まさに決定版と言える存在なんです。ということはこれからの研究者の仕事の進め方も変わっていくはずです。例えばまずスイス ADME みたいなツールでたくさんの候補化合物をざっとふるいにかける。そしてそこで有望だったものだけを今度は ADMET Lab 3.0 で徹底的にかつ分析する。こんな風に他のツールと使い分けることで研究プロセス全体がもっともっと効率的になる。そういう新しいスタンダードが生まれるんですね。ではまとめです。ADMT Lab 3.0 がなぜゲームチェンジャーなのか。理由は大きく3つ。まず119もの項目を1つの場所で評価できる包括性。次に膨大なデータと信頼度スコアに支えられた高信頼性。そして誰もが無料でしかも API で自動化までできるというアクセス性。この3つが組み合わさることで創薬研究のあり方そのものを根底から変えるほどの力を持っているんです。AI は私たちが今まで無理だと思っていたことを次から次へと可能にしています。今回紹介した ADMET Lab 3.0 もそのほんの一例に過ぎません。AI がこれからもっと生物学の謎を解き明かしていく未来で、
私たちの健康や医療って一体どう変わっていくんでしょうか。次に私たちを待っているブレイクスルーは一体何だと思いますか？